黒いノックパーツが沈まないので、かなりのこだわりを感じますね。非常にトータルバランスの優れたマルチペンだなと思います。ジェットストリームの高級マルチペンを購入しました。税込み3630円です。こちらを開封して徹底レビューしていきます。Amazon リンクとかは概要欄に貼っておきます。ではやっていきましょう。あんまりいっぱいは持ってないんですが、これが僕のジェットストリームコレクションでございます。ジェットストリームシリーズは大きく分けて、普通のジェットストリーム、それから超極細のジェットストリームエッジ、それから高級なジェットストリームプライム、この3つに分かれると勝手に考えております。で、今回購入したのが、この高級なジェットストリームプライムシリーズの中のノック式のマルチペンになります。新たに登場したこちらのデザインはちょっとスタイリッシュになっているっていうことで、そういうところも踏まえて詳しく紹介していこうと思います。これちょっと気になったんですが、箱がボコボコだったんですよね。Amazon で頼んだんですが、なんか封筒みたいなのに入ってきて潰れてしまうんじゃないかっていうぐらい、ちょっと心もとない梱包でした。改めまして、こちらがユニのジェットストリームプライム 2&1 のベージュでございます。お値段は税込み3630円です。この新しく刷新されたデザインの通常のカラーバリエーションとしては、ベージュとブラックの2色展開となります。で、今回はベージュを購入しました。ベージュとは言いつつも、ほとんどホワイトに近い色味かなと思います。非常に無印良品らしい素朴でミニマルなデザインで、今の時代に合ってるデザインなんじゃないかなと思います。わお、これは返品事案ですね。ここに爪で引っかいたような跡がついてるんですよね。やっぱちょっと怪しいなと思うところがあったんですよね。折り目がついてたり、あとこれ化粧箱に見えて、ここにプラスチックの束がなくて、そのままこれペン触れちゃうんですよね。うわー、もったいないな。すごいです。Amazon で不良品だったっていうことで返品依頼をしたら、次の日に新しいのが届きました。不良品は後日集荷に来てくれるそうです。2本目が届いた時はしっかりとこうやって段ボールに入っていて、丁寧に梱包がされていました。Amazon も疲れていたんでしょう。仕方ないです。許してあげましょう。機能としては 0.5mm の赤黒のジェットストリームボールペン、それから 0.5mm シャーペンの3機能のマルチペンとなります。このペンの大きな特徴としては、ラグジュアリーなスライドノック式のマルチペンというところ。スライドノック式のマルチペンって、回転式や振り子式よりも安価なものが多いんですよね。ただこちらは3630円。僕が持ってるスライドノック式の中でダントツで高額です。ただ素材をこだわったから高額になったっていうわけではなく、スライドノックのギミックにも非常にこだわって作られているんですよね。これのすごいところは、ノックをした際に黒いパーツが沈まないというところ。通常のスライドノック式はノックをすると黒いパーツが沈み込みます。そのため下までノックをしようとするとグッと押し込んでやらないといけないので、たまに滑ることがあるんですよね。こちらはその心配がなく、気づいたらノックが完了しているっていう感じです。わかりやすく例えると、切れ味の良すぎる日本刀で切られて、しばらく切られたのに気づかないっていう感じです。このスムーズなノック感は本当に癖になりますね。まさにジェットストリームのような癖になる滑らかなノック感。冗談抜きでこれを上回るスライドノック式はないと思っています。シャーペンは気孔を出した後、さらに芯を出すために強めにノックをする必要があるので、通常はこの出っ張りを大きくする必要があるんですが、こちらは最小限の出っ張りでシャーペンをノックすることができます。そういったところで非常に使い勝手にもこだわられたデザインとなっていますね。もっと詳しくデザインの方を見ていきます。今回ベージュカラーというのを購入したんですが、このベージュのみ光沢のある質感になっています。つるっとした印象ですね。最初握った時滑りやすいかなとは思ったんですが、実際使っていくとそこまで滑るっていうことはなかったですね。でも手汗を多くかく人にとってはちょっと厳しいかなと思っていただければと思います。もう少しね、滑りにくい素材にしてほしかったなと思います。このベージュカラーを見ていくと、ボディ全体同じ質感になっているので、一見するとこのベージュのところは全部同じ素材で作られているように見えますが、実は違う素材を使っております。グリップは真鍮で、軸はステンレスで、ノック部分の白いパーツは ABS 樹脂で作られています。素材が違うのに質感だったり色味を完璧に統一できているっていうのは素直にすごいなと思いました。天井はシルバーのポッチがついています。この天井のキャップは取り外せるかと思ったんですが、実は取り外せなくてガチガチに固定されています。なので消しゴムはついていない多機能ペンというこ
ことになりますね。スライドレバー見ていきます。レバーの上側にはうっすらと何色のインクが入っているのかという目印が付けられています。ここ目立たなくていいですよね。他のマルチペンと比べると、こちらはサイドに色の線が入っていたり、あとは黒いパーツ自体に色が付けられたりしているので、そういったものと比べてみても、より色が目立たず、すっきりとしたデザインに仕上がっていて、僕としてはかっこいいなと思いました。この色が見にくいっていう意見はあるとは思いますが、ぶっちゃけ1日使えばどこにあるか慣れます。ここの黒色のスライドレバーは樹脂特有のパーティングラインっていうのが入っているので、ちょっと安っぽいかなとは思ってしまいました。クリップ見ていきます。これまでのデザインと大きく変わったポイントというのがクリップだと考えています。以前のデザインだとここに宝石っぽい装飾があったりして、正直ちょっと古臭いデザインっていう感じだったんですよね。僕が持っているのはこのブラックの装飾なので、まだ許せるんですけれども、ダサいだの安っぽいだの散々言われてきた装飾っていうのが撤去されて、非常にスタイリッシュなクリップになっています。このデザインは最近のユニのデザインっていう感じですね。クリップ柔らかくなっているので、分厚いものも楽々挟むことができます。スペック見ていくと全長は 147mm ということで、ちょい長いかなと思います。でグリップの直径は 11mm で、僕としては結構好きな太さですね。で重さは 26.5g と結構重たくなってますね。で重心は先端から 67mm ということで、やや低重心になっているなと思いました。マルチペンの中では結構重心が低めなので、重さの割には書きやすいんじゃないかなっていうスペックをしてますね。では分解をしていこうと思います。僕が持っているジェットストリーム 4&1 はクリップのところにシャーペンの機能を搭載させているんですが、今回の 2&1 に関してはクリップのところに何も機能がないので、中を分解していくと結構余裕がありましたね。このクリップのところにも機能を増やせば、ボディの太さを変えることなく3機能から4機能に変更することもできると思うんですが、そこはあえて高級モデルとしての大人の余裕なのでしょうか。クリップのデザイン性だったり耐久性の向上にもつながっていると思います。インクはジェットストリームプライム D1 規格のものを使用しています。D1 規格っていうのは高級なマルチペンによく使われているサイズのリフィルで、 D1 規格っていうものなら他社のリフィルでも使用することができます。1000円で買えるジェットストリーム 4&1 のリフィルは樹脂製になっているんですが、そこをあえて高級モデルでは金属製のリフィルにすることで合成感だったり書き味っていうのを向上させて、でさらにリフィル自体をスリムにすることができております。この金属リフィルは1本200円と、ちょっと高いかなと思いますね。大体他社のリフィルでも1本100円ぐらいで買えるものが多いので、そこはジェットストリームのブランド量といいますか、欲を言うと150円ぐらいにしてほしかったなっていうのは思います。最初に入ってるのは 0.5mm の赤黒のボールペンなんですが、例えば他の太さのものを入れたいとか、青色のインクを入れたいっていう方は別途購入して入れることも可能です。では実際にこちらのマルチペンで書いていこうと思います。まず書いてみての第一印象なんですが、トータルバランスがめちゃくちゃいいなと思いました。やはり世界のジェットストリームインクということで、本当に油性インクの中ではトップクラスのクオリティなんじゃないかなと思います。ジェットストリームのインクって書き始めが少しかすれやすい傾向があるんですが、でも油性インクの中ではかなりかすれにくくて、で何よりも滑らかさっていうのが本当に優れているんですよね。そういうところすごく楽しいなと思います。最初に搭載されているインクは 0.5mm なので結構線は細くなりますね。それからリフィルだったりボディが金属でできているので、書き味としてもやや高級感がある書き味でした。ちょっと先端のぐらつきは大きいかなと思いますが、ペン自体はやや重ためなんですが、重心は比較的低めで、かつペンの上部に樹脂パーツを多用しているため、ペンの中心周りの完成モーメントっていうのが小さくなって、取り回しは 26g という重さの割には軽く感じました。でグリップの直径は 11mm なので結構がっしりと握れるんですよね。結構ツルツルとしている素材なので最初は不安だったんですけれども、実際に握ってみると滑るっていうことはなかったですね。実用でも使っていけるラグジュアリーな多機能ペンだなと思いました。気になった点もありまして、まず一つ目がペン先のガタつきの大きさですね。マルチペンの中では小さい方なんですけれども、もっと小さかったら完璧でしたね。ボールペンで書く分にはそこまでガタつき気にならなかったんですが、シャーペンで書くと少しのガタ
型付きでも結構書き味が安っぽくなってしまうんですよね。それからグリップはもう少し滑りにくいような素材にしてほしかったです。一応握ってて滑ることはないんですけれども、どうしても滑らないように無意識に握力を強くかけてしまうんですよね。もう少し滑りにくくすることでペンにかける握力が小さく済み、より疲れにくいペンになるんじゃないかなと思います。レーダーチャートで感想をまとめました。思いのほか書きやすかったですし、3630円っていう値段に見合っている価格設定というか、正直4400円ぐらいしても僕はいいんじゃないかなと思う、それぐらい完成度の高いマルチペンだったなと思います。もう少しグリップ性能を上げてほしかったです。ポケットを詰め込みまくった僕の理想的なリュックが販売中です。天井には筆箱収納ルームを設けて、上に重たいものが乗っからずに大切に収納することができます。本当に気に入っているリュックです。こちらも概要欄に購入リンクを貼っておきます。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。